解説。地球連邦軍の再編計画の一環である参謀本部直轄 UC 計画の最終段階として開発された実験機、宇宙世紀96年にアナハイムエレクトロニクスが保有する月面のグラナダ工場で2機が完成する第2次ネオジオン構想時のニュータイプ専用機において限定的に採用されていた特殊構造材サイコフレームで、機体の駆動式内骨格ムーバブルフレームの全てを構築した史上初のフルサイコフレーム機である。サイコフレームの限界能力を実証すべく先行開発されたユニコーンガンダムの NTD 発動時デストロイモードの実験機シナンジュのデータが反映されており、従来のサイコフレーム機をはるかにしのぐ機体追従性を獲得している。通常は一角銃ユニコーンの名の由来である機体の一本図のブレードアンテナとベースガードの被覆によってツインアイの露出域が非常に細いことが特徴となっている。ユニコーンモードで運用される NTD システムがニュータイプを感知することによって機体のリミッターが解除され、全身の装甲が展開して内部フレームが拡張し、ブレードアンテナが V 字型に展開してフェイスガードが頭部に収納されてガンダムタイプの顔が現れ、真の姿デストロイモードに変身する。変身後は推力ジェネレーター出力が測定不能にまで達するほど劇的に性能が向上するが、その反面各部に露出したサイコフレームがまばゆく発光してしまう。あらゆる兵器にとって1の露見に直結する発光は最も回避しなければならない欠点だが、サイコフレームの発光現象は原理すら解明できていないため、デストロイモードが抱える不可避の問題となっている。なお変身前後におけるブレードアンテナの形状からユニコーンモードは一本図の、デストロイモードは図の割れの通称で呼ばれる。ガンダムタイプとして開発された理由については、地球連邦軍の再編計画におけるプロパガンダ的な意味合いが強く、ジオン根絶における絶対的象徴としてのほか、科学技術の力によってニュータイプ神話を打ち砕くための存在としてニュータイプ神話と共にあり続けたガンダム以上にふさわしい機体はないという思惑があったのであろうと言及されている。地球連邦軍参謀本部の UC 計画担当幕僚であるミハエル・ユーリック中将からアナハイムエレクトロニクス社の上層部への要求は、地球連邦軍参謀本部が想定するところのニュータイプ兵器サイコミュ兵器との戦闘状況を完全に制圧掌握できる性能、これこそが UC 計画で開発生産される MS に求められる全てであるという言葉であったとされ、この言葉が地球連邦軍にとっての UC 計画がいかなるものかを端的に表している。しかしそうした思惑とは裏腹に、1号機には本来の設計に相反するシステムが組み込まれた後、偶発的な要因から地球連邦でもジオンでもない民間人の個人に運用を委ねられ、ニュータイプのありようをめぐって中立的な立場で双方の勢力を転々とする。また2号機は1号機を回収するため対立する勢力に運用されて幾度か死闘を繰り広げるが、最終的には1号機と共闘している。他にも1号機と2号機および3号機の予備パーツとしてユニコーンガンダムをもう1機組めるだけのサイコフレームが用意されていた。同商会がユニコーンガンダム用の予備サイコフレームを収集。 RX9 ナラティブガンダムの装備、ガンダムを守る結界として利用している NTD システムフルサイコフレーム用の OS で RX0 各機をユニコーンモードからガンダムの姿であるデストロイモードへ変身させる際に発動する。フルフロンタルによれば、ジオンが残した最大の神話であるニュータイプを抹殺するために作られたシステムであるという。 NTD という名称はニュータイプデストロイヤーの略であるとされ、機体のブレードアンテナが敵のサイコミ反応刃を探知することで発動デストロイモードへ変身する。ただし通常の人間では限界稼働時間は5分と言われており、通常駆動の際にはリミッターがかけられ発動しないようになっている。例として1号機は
強化人間のマリー・ダクルスやフロンタルニュータイプであるロニガーベイとの戦闘時にシステムが発動している。ただしパイロットがニュータイプであればある程度任意で発動させることも可能となっている。本システムと開発の目的、ニュータイプ駆逐が類似したシステムとして1年戦争期にフラナガン機関出身の研究者クルスト・モーゼスが開発したイグザムシステムが存在するが、イグザムシステムはオールドタイプの登場を、NTD は強化人間の登場を想定して開発されているところに相違点がある。それに加え、クルストは連邦ジオンの区別にこだわっておらず、あくまでもニュータイプ自体の殲滅を最終目標としてイグザムシステムを設計していた。しかしながらユニコーンガンダムの開発要求使用書には連邦軍側からの担当者の欄に担当者技術開発本部アルフカ村大佐という名が記載されているが、この人物はイグザムシステム搭載 MS ブルーディスティニーの担当技術士官であった。アルフカ村大尉と同じ名前である NTD の名称について、1号機の開発に関わった技術者やロンテルジェフはニュータイプドライブの略であると聞かされており、アルベルト・ビストもまた1号機はシステムにラクラシプログラムが追加されて発動条件が変更されているため、もはや本来のニュータイプデストロイヤーではなくニュータイプドライブとでも呼ぶべき亜流のシステムであると評している。またアルベルトは1号機についてパイロットもスキャンしてその環合波を検知して発動しているのではないかと戦闘記録から推測している。 UC 計画によって誕生した NTD を搭載する3機ユニコーンバンシーシナンジュはパイロットのニュータイプ能力に呼応してサイコフレームが最大強振すると、第2次ネオジオン構想時のニューガンダムと同様に機体から虹色の光の力場サイコフィールドを発している。そしてユニコーンとシナンジュの最終決戦では対峙する2機から放たれる虹色のサイコフィールドがぶつかり合うという。他の MS とは一線を画する能力を見せている。インテンションオートマチックシステムシナンジュから継承されたパイロットの脳内操縦イメージを機体の挙動へ直接反映させるサイコミ思考操縦システム。このシステムによってデストロイモード時は瞬間移動と見まがうほど圧倒的な機動性を発揮できるため、1号機に登場したバナージはパイロットとしてはるか格上のフロンタルと互角に戦っている。しかし20メートル級 MS が人間と同様の動作をした場合、発生する加速度 G 負荷は瞬間的に 20G に達するなど殺人的であり、なおかつサイコミによる精神的負荷も考慮するとシステムの稼働時間は5分程度が限界である。よって RX0 は最短時間かつ効率的な運用が必要となるため、 UC 計画では梅雨払いとしてジェスタが開発されている。しかしユニコーンガンダムはジェスタと共闘する機会を持てず、このためインダストリアル7中域における集団戦ではデストロイモードであっても袖付きの一般機に押される場面が見られる。専用パイロットスーツデストロイモードに対応するため、対 G 薬投与機やコックピットシートへの固定ホルダーを備えるパワーアシストも搭載。ただし対 G 能力には限度があり、1号機パイロットのバナージリンクスはクシャトリやバンシーからそれぞれコックピットに打突を受けた際の衝撃 G によって混沌している。またヘルメットなどにはサイコフレームを搭載しており、環容波の増幅やシステムとのマッチングが行われる。サイコミジャック相手の機体に搭載されているサイコミを封じるあるいは乗っ取る対サイコマシン機能。ユニコーンガンダムの場合は機体制御を NTD に移行した後使用可能となる。頭部ブレードアンテナを環合波の受信ウォッシュとするユニコーン、一本角から発信ウォッシュとする V 字型へ転身させた後、干渉波を頭頂部から放出することで敵機のサイコミ兵器パンネルの制御を奪う。有効範囲は不明だが、本機は量子コンピュータと同等とされる極めて高い演算処理能力を有しており、ジャック機能を最大限に利用できる。デストロイアンチェインドユニコーンガンダム第3の形態ユニコーンガンダムと登場するニュータイプパイロットがインテンションオートマチックシステムを通じて過剰に交換し、万が一 NTD システムの稼働レベルが制御域の数値を超えてしまった場合に備え、
搭乗者の意思とは無関係に機体がオートでこのアンチェインド、つながれざるものと呼ばれる形態へ移行する機能が備わっているとされる。その姿は全身の外部装甲がデストロイモード時からさらに展開し、内部のサイコフレームがより広範囲に露出した姿となる。これは強力なサイコフィールドを発生した際に機体への干渉を避けるための措置とされており、その様子は高速から解き放たれたつながれざるものとしてその様を示す。この秘匿機能デストロイアンチェインドは UC 計画遂行のために備えられた保険となる最終手段であったとされ、この状態ではサイコ未接続の流量制限が強制カットされ、機体の操縦権もパイロットから NTD システムへ強制的に移行する。システムと直結状態のパイロットはその生存率が一切考慮されず生体部品扱いとなり、ユニコーンガンダムは適正サイコミュ機の撃墜のみを目的とするプログラムコードを自動実行するだけの機械的な支配下に置かれた完全な戦闘マシンへ変貌してしまう。しかしながらラプラス事変ではユニコーンガンダムが本形態へ移行することはなく、1号機はサイコフレームの発光色が虹色に変化して全身にサイコシャードを発生させた開発者たちの想定をも超えた異なる形態へ移行している。1号機初元ユニコーンガンダムユニコーングンダム形式番号 RX0 全高ユニコーンモード時 19.7 メートルデストロイモード時 21.7 メートル本体重量 23.7 トン全備重量 42.7 トン走行材質ガンダリウム合金出力 3480kW 推力 142,600kg センサー有効半径 22,000m 武装 60mm バルカン砲 ×2 ビームマグナム ×1 ハイパーバズーカ ×1 ビームサーベル ×4 シールド ×1 ビームガトリングガン ×2 搭乗者バナージリンクス2袖付きに自宅させるためアナハイム社所有の工業コロニーインダストリアル7に持ち込まれた。単にユニコーンガンダムユニコーンと呼ばれる機体は基本的にこの1号機のことを指す。その姿はタペストリー貴婦人と一角獣に描かれた貴婦人の傍らに寄り添う真珠ユニコーンをデザインモチーフにしており、装甲色はほぼ全体が白色、サイコフレームの発光色は赤となる。またサイコフレームの最大強真珠は発光色が赤から緑に変化し、さらに全身に虹色の光のオーラをまとう。アナハイム社と深い関わりを持ちつつも独自の思惑を持つビスト財団の投資家アディアス・ビストの主導により、この1号機にのみ元々の仕様にはなかったラプラスプログラムというシステムが組み込まれている。このことからビスト財団が取得し続けてきた重要機密ラプラスの箱を開放するための唯一の鍵と言われている陶器をもってニュータイプ専用機の開発はその到達点を迎えたが、同時に人が制御できない超常的な力を発揮するまでになってしまったため、以後の MS には陶器の技術は具体的な継承はなされていない。また極めて特殊な事情を持つ陶器の開発プロジェクトはセクションごとに厳重な情報統制がなされており、たとえ開発に参画したメンバーであっても同等の機体を作ることはまずできないとされる。ラプラスプログラム1号機にのみカーディアスビストによって組み込まれた特殊システム、ビスト財団に強大な権力を与えることになった。ラプラスの箱の所在地へと乗り手を導く鍵となるプログラムである。ラプラスが指定した座標で NTD を発動させるとラプラスの箱への手がかりとなる次の座標データが開示される。上記に加えて搭乗者に強化人間と思われる反応があった場合はシステムが起動しない機能がガエルちゃんによって語られている。武装ビームマグナムユニコーンガンダムの標準装備として使用される RX0 シリーズ独自の蛍光兵器。最大の特徴はメガバズーカランチャーと同等、通常のビームライフルの4倍の破格の威力で発射したビームは拡散する粒子によってかすめた MS を撃破するほどの破壊力を有している。ただしその威力に比してエネルギーの消費も激しく、1射ごとに標準的な容量の E パックエネルギーパックを1つ消費する。さらに1マガジンの総弾数は5発で、予備マガジン両部後方のアーマー左右に装備可能を含めても最大で15発までしか撃てないことから、
継戦能力には問題を抱える。また高威力ゆえに取り回しが悪く、そのため周囲への被害が配慮される局面においてはしばしば後述のビームガトリングガンを使用している。なお非使用時にはバックパックや腕ブラッチへのマウントが可能となっている。本武装は RX-0 の専用装備として開発されているが、他の機体でも使用は可能である。反動が大きく RX-0 シリーズ以外の MS が使用すると腕部に可動不良を引き起こすなど互換性があったとは言い難い。リディマーセナスのデルタプラスが1号機から奪い取って使用した後に右腕が動作不能となっているビームサーベル、バックパックと前腕部ホルダーにそれぞれ2機ずつ装備。バックパック側はデストロイモードでのみ使用可能となる。全て同型のもので一般的なサーベルと構造に大きな違いはない。ただしデストロイモード時にパイロットの感情の高揚に応じてビーム陣が大型化する現象が見られ、その際には巨大なデブリを両断するほどの威力を発揮している。また規格が合えば別の機体のビームサーベルも使用できる。さらにデストロイモードでのみ使用できる機能としてビームトンファーが挙げられる。使用する際には前腕部ホルダーを180度前方に展開しマウントしたままのビームサーベルからビーム陣を発生させる。この機能はサーベルをマニピュレーターで保持する必要がないため柔軟な戦闘が可能で即応性にも優れるという利点がある。シナンジュとの最終決戦では最大出力を超える巨大なビーム陣を展開した両腕のビームトンファーで決着をつける。この時のビーム陣は数百メートルにも至り最終的にサーベルの基部が溶解爆散している。ハイパーバズーカ自体は地球連邦軍の代表的な MS 用系高無反動砲で同等の武装をユニコーンガンダム専用に仕様変更したものと考えられる。使用されるロケット弾は通常弾や散弾など数種類が選択可能でデフォルトの弾頭には散弾が用いられる。特徴の一つが砲身の伸縮機構で収納時の利便性が考慮されている。また砲身にレールマウントを備える点も特徴的で他のオプション武装との連動が可能なベポンプラットフォームとしての機能を有している。なお使用時には砲身を縮めた状態でバックパックにマウントされ予備のマガジンを両ブリアスカートに装着することも可能。ただしリアスカートのウェポンラックはビームマグナムのマガジンと共用で最大2機までしか携行できない。火器としての性能は標準的でロケット弾の弾速が遅いこともあって対 MS 戦闘において必ずしも効果的ではないという評価も見られる。しかし直撃すれば MS の獅子を吹き飛ばすほどの威力を有しており軽く過剰なビームマグナムに代わって用いられている。 60mm バルカン砲、多くの連邦系 MS の頭部に内蔵される小型機関砲。正式名称はトートーカニンガム ASG64C1S60mm 近接防御機関砲。5発に1発の割合で抵抗弾が仕込まれており発砲中の車線修正が可能。シールド、変身時に構造が変化する専用装備。アイフィールド発生機とサイコフレームを内蔵しておりデストロイモードでは上下のユニットがスライドしてアイフィールド発生機が露出しパネル上のサイコフレームが X 時に展開。ユニコーンモードでもアイフィールドは使用できその場合には一時的にシールドがスライドする。この中央部のアイフィールド発生機によりビーム攻撃に対しても高い防御力を発揮する反面発生機のサイズの都合上アイフィールドの展開面は限定される。ビームガトリングガン、本来はクシャトリア用に新造された40進式の大型ビーム機関砲。パラオからの脱出時に1丁使用された。パラオ脱出時に使用した際は遭遇したドライ戦袖付き仕様を一方的に撃破する威力を見せた。地上で本機がクシャトリアの母艦であるガランシェールに収容されて以降ダカールでの戦闘時からサワンシールドの裏側に2丁を固定装備されている。チャンネル登録、高評価お願いします。